おはようございます。音声の確認をします。お待ちください。8月9日金曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。平日朝不定期でライブ配信をしています。今はこちらの模様を差し越しています。その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し越しながら何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですのでお支度中のながらみなどご活用いただければと思います。はい、早速集まってくださりありがとうございます。えーとはい、付近は今ここから糸が出ていまして、こちらの向きに差し子していきます。少々お待ちください。今差し子するルートを確認しています。今、まず1往復ずつしてるんですけれども、その今1往復の戻るところですね、戻る部分をこれから差し越して、で同じ向きでまたもう1往復しようかなと思います。そうですね、ちょっとしばらく同じ向きで差し越しますね。でその後にここの直角に曲がる部分のこの張り目の様子を見て、近い部分で向きを変えていこうかなと思います。はい、では差し子を始めますので、皆様もどうぞごゆるりとお過ごしください。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ではですね、差し子をしながらちょっといろいろ話したいなと思ったところがまず3点ほどありますので、差し子の方を進めながら少しだけお話ししようかなと思います。はい、コメントありがとうございます。はい、そちらの方のねお話もさせていただきます。ありがとうございます。まずはですね、3点まず話そうかなと思っておりまして、昨日からニュースですよね、大きな地震があったということで、その皆様住まわれている地域にもよるかとは思うんですけれども、まずお気をつけてお過ごしください。はい、っていうことがまず1点ですね。はい、であとは被害がねこれ以上大きくならないといいなと思いながら、はい、ニュースを見たりなどしていました。はい、であとこういう、ね、ニュースとかあったりするといつも思うのですが、必要な情報は必要な情報としてしっかり取りつつ、そしてあとは自分の生活は自分の生活でとか、そのあたりとかを考えながらね、時にはね、なんかこういう差し子に没頭しながらみたいな、そのあたりのバランスを取りながらみたいなところは大事だななんて、なんかね、過去の自分もあった地震のこととかを思いながら、なんかちょっとねニュースとかね、必要な情報だっていう側面と、あと見過ぎてしまうと辛くなるなとか、そういう部分も同時にねあるかなと思うので、はい、
本当お気をつけてお過ごしくださいっていうのがまず1点ですね。はい。はい。おはようございます。コメントありがとうございます。はい。初コメですということで、でもね、ありがとうございます。まずそれが1点で、2点目ですね。はい。昨日ライブ配信を平日不定期でやっているということで、やる予定でだから今日が金曜日、昨日が木曜日、水曜日ですね。水曜日の夜に、次の日やるってなったらスケジュール設定をね、するんですけれども、それでやってね、10時ぐらいかな、一旦やったんですよ、スケジュール設定。だから昨日ライブ配信は最初しようと思っていたので、それでスケジュールを設定をして、そしたらその後ぐらいに体調がちょっとおかしいなっていうことに思い始めまして、で一時的なものかなとか、そういうふうにも思ったりもしたんですけれども、結局一晩寝て次の日になった時の体調ってちょっと読めないし、あとこの時間なのですごいやっぱ朝早く起きなきゃいけないみたいなところもあるので、その時自分が起きれるかどうかっていうところがちょっと判断がつかなかったので、一回スケジュール設定はしたんですけれども、やっぱちょっと念のためお休みした方がいいかなと思ったので、お休みをいたしましたっていうのがまず1点ですね。それで大丈夫です体調の方はね、問題なく過ごせていますので、ご心配をおかけしましたが大丈夫ですっていうことですね。それがまず一つですね。一つというか、それがまず言いたかった2つ目ですねっていうことですね。ちょっとお待ちくださいね。ここのね、裏側の微調整がすごいゆるすぎちゃって、微調整が難しいなっていうところなので、少々お待ちください。そっか、ここのね、微調整がね、なかなか難しいなと思いながら、バランスも取りたいし、あまりなんていうかな、突っ張りすぎても困るしな、ゆるすぎても困るしなみたいな、そこのバランスを今ねちょっと調整しながら、針目を今決めながらやっています。そうだからそしてじゃあ3つ目ですね。3つ目が今日が金曜日で、水曜日だ。その水曜日のライブ配信ですね。一昨日のライブ配信ですね。それがタイトルのところにも書いたんですけど、音量がねいつもより小さかったなっていうところがありまして、それが今いつもライブ配信してる時に音量が私気になっていて、スマホだけで撮ると例えば Android とか iPhone とかそこで違いがあるのとか、ちょっと私は Android の方を使っているのでわからないんですけど、その機種によってとかもあるかと思うのでわからないんですけど、私が持っている機種で撮るとそれだけだと音が小さくて、私音問題っていうのは結構気にする方でそこがいつもマイクを通してるんですよね。マイクをつないでいて、そのマイク越しでそのマイクの方も音量がね少し上がるような感じに調整できるような
そういうマイクを使っていて、それを間に挟むことによって音量が、スマホだけよりは大きくなるんですよね。でそれを設定の時に接続してライブ配信をしているんですね。なんですけど、一昨日もやった時に同じようにいつも通りに、いつも通りというか設定してつないだことはつないだんですけど、認識してなかったんですよね、それがね。だからマイクは見かけ上つないであるんだけれども、認識していないから、スマホで撮った音がそのままライブ配信の音声の音になっていたのですが、そうするとすごく音がで小さくなっちゃうんですよね。で、いつもマイクのテスト中って言ってね、確認はするんですけど、なんか音は入ってるなっていうのは無音になってないかなってないかっていうところでね、判断はね、それはすぐできるんですけど、マイクを認識してなかったってところまではちょっと気づけなくて、なので音量が他のライブ配信他の日のライブ配信と比べるとだいぶ小さいので、これは申し訳ないなと思ったので、タイトルに音量小さいですっていうふうに一応書いておきました。そこがね、設定が甘かったなというところが申し訳なかったなと思いましたので、まずは冒頭でね、その3点ですね、お気をつけてお過ごしくださいっていうことと、あと昨日のお休みしたのでそのことの話と、あと一昨日音声小さくて申し訳ありませんでしたの話ですね。それがね、今日ライブ配信してから話そうと思っていた以上3点でございました。でこれをですね話してる間にですね、コメントをちょっと終えてなくて申し訳ないです。今後追い今じっくりしていますので、はい。そうですよね、昨日ね驚きましたよね。私はニュースで驚いたっていう感じになりますね、地域的に。はい、はい、おはようございます。ありがとうございます。あまり無理はなさらないでということで、はい。猫様もね、はい、ありがとうございます。そうそうそう、さっきね、私がたるみの話をしていましたので、そこがですね、もうなんかこう調整してはこうピッピッピーってやりながらの繰り返しですね。はい。そうですね。洗ってアイロンかけてってなるとね、ちょっと違うとは思いますね。はい。そうそうそう。音量問題はですね、特にライブ配信ですと、結局今こうやって話した音がリアルタイムではもちろんそうですし、あの他、人によってはリアルタイムではなくて後からね、自分のタイミングがいい時に聞こうっていうことで聞いたりもありますしね。でそういう時に収録したものを編集してアップできるんだったら、もうそこまでの間にしっかり自分で聞いてね、アプリの音量のモニター辺を見て、いつもよりちっちゃいなっていうのもその視覚的にですね、聞くだけじゃなくて視覚的に判断もできたりするので、それだったらそこのところで調整してっていうのが収録動画の方ではできるんですけれども、ライブ配信って結局はもうそのまんまの音がそのまんま、リアルタイムではそうですし、アーカイブで後々残っていくところも後から変えようがないので、その撮る時点でマイクが入っていない
音が小さいってなったらもうずっとそのままで残ってしまうところが、またそこがライブ配信になるとより一つ難しいポイントになってきますので、一応今日はしっかりね確認をして取れていると思うのですがまあそのあたりもちょっとドキドキしながらおります。とにかくね設定の時に、しっかりいつも通りの手順でっていうところで、はい、間違いなく一つ一つやっていきたいなとは思っています。はい、そのまんまね載ってしまいますもんね、ライブ配信ですと。まあですね、そのマイク問題のことに関しては設定の手順はいつも通りしたんですけど、いつもと違う点があったとするならば、YouTube のアプリを立ち上げてもうライブ配信するぞっていうところまで設定して、その段階で繋いでなかったマイクっていうことに気づいたんですよね。いつもはね逆なんですよ。マイクの設定をマイクをオンにして、スマホにつないで、それでマイクつなぎました OK で、その後に YouTube のアプリ立ち上げてライブ配信するところまで持っていくので、順番が違ったんですよね。で多分順番が違ったから認識してなかったのかなと、まあ今思えばですね、そんな風に思っています。なので今日はまずマイク OK みたいな感じでそれをやってから、今YouTube のアプリを立ち上げてライブ配信やってるので多分大丈夫じゃないかなと思っています。まあ、どうかなってドキドキはするんですけど、はい。で話しているうちに今、片道が進みましたので、ここで今折り返していまして、対になっている戻りの部分ですね、1往復しますので、その戻る側をこれから刺そうかなというところになっています。ありがとうございます。とてもクリアに聞こえてますということで、はい。
はい、一往復できました。裏を確認しまして微調整していこうかなと思います。とはい、いいかなと思いますので、次進むルートをちょっと確認しますのでお待ちください。同じ向きでもう一列差し越していこうと思います。ギリギリ片道はいけそうですので、同じ向きで、隣ですね、隣に移って差し越していこうと思います。はい、隣に移りましたので、片道までですね、まずは差し子していこうと思います。あとは収録動画の方の進捗になります。今日の午前中によっぽど何かがない限り、今のところ今日の夜7時に19時ですねに配信できればいいなと思っています。それが確実なのは YouTube のコミュニティコミュニティと Instagram の方に、予告投稿がありましたら今日配信されるなと思っていただければと思います。今のところは配信したいと思っていますので、もうですね、動画の方は準備はできていましたし、あとはサムネイル概要欄の入力、ハテナブログの下書き、そのあたりも準備を整えていましたので、あとは多少、話したところの字幕表示にする場合の文字修正ですね。あの辺だけがまだちょっと残っているのですが、とはいえそれ以外のところはもうできているので、合間に進めまして、そっちの文字修正の方は予定では投稿したいなと。今月9日なのにまだ1本も投稿していないので、配信していないので、収録動画の方はですけどね、そろそろやりたいなと思っていましたので、ペースを考えるとそんな予定に今のところなっています。
あ、はい、ありがとうございます。反応くださりありがとうございます。はい、端まで今来ましたので、まず針目の確認をしまして、その後に裏で重ねて糸を切っていこうと思っています。ありがとうございます。縁飾りの方ですね。はい、見ながら完成させようと思いますということで、はい、一緒にねやってくださりありがとうございます。はい、では糸を新しく付け替えまして、刺し始めのところまでやったら、今日はそこまでにしようと思います。はい、糸を今通しました。で、じゃあ対になってるところですね。片道ありましたので、次は戻るところをやっていきます。で、戻るとこをやったら、そこからは次のライブ配信の時に、もう金曜日ですからね、来週ですね、来週になるかとは思うんですけれども、何でしたっけ、そっちまで行って次の往復の帰り道をやったら、そしたら今度向きを変えてですね、向きを変えて1往復ずつやっていこうと思います。難しいな。ここからやるか。
やっぱりこうライブ配信をよりやるようになってから霧のいいところで終わらせる、この霧のいいっていうのはどういうところかみたいなところが分かってきたみたいな感じはあります。いやどういうことかっていうと今みたいな感じで、糸がなくなった、裏で重ねて切りました、そこで終わりにするか、それとも私はあえてその後糸を通して、でその次のね、ここからこの向きで刺すぞみたいな、そこまでやってライブ配信はそこまでみたいな感じでね、毎回するようになったんですけれども、やっぱりこう次刺す時にどこから刺すかっていうところがね、明確になっていないと、その次のじゃあこれから刺し子するぞって時にね、迷っちゃうんですよね。だから今この模様で言ったら、今私がさっき裏で重ねて、そこでね切ったから終わりってなると、次の時ここからっていうのは、今ここで刺し終わったのがここだって分かるから、すぐここから戻りのこっちの向きだなとか分かるんですけど、もちろんね必ずここからやらなきゃならないってことではないので、別にここからやらなくても次ね違うまだやってないとこからやればいいって、どこからでもねやっていいって言えばいいんですけれども、とはいえ絶対私次やる時にね、あれ前どこまで指してたかなとか絶対思っちゃうだろうなっていうのが分かるので、そうなるとね、まずそれをこう頭によぎって考えてそこからやるって、ちょっとスタートの波に乗るのが遅くなるなと思ったりもするので、そういうことをですね、よりライブ配信をするようになってからよくよく思うようになったので、やっぱりこうポイントとしては、糸を切ったで次のこの刺し始めでちょっとだけね、ルートがこっちの向きだぞって分かるところまでやって、そこで終わらせた方が、その次に刺し子する時の自分を考えた時に、その方が私は分かりやすいなって、あんまり考えなくて済むっていうことですね。一つこう考えることを少なくしてあげる。もうだからやっぱりこの1枚を刺し切るまでの間にどれだけモチベーションを保てるかっていうのが私にとっては優先度が高いかなみたいなこともありますね。で今ここから刺し始めてちょっとこう行ったんですよね。ちょっとこう行ってでここまでこう刺してると、どう考えても次はここしかないんですよね、向かうのが。そうするとこの向きでまず行くんだねって、でその後はその後でね、次のルートはゆっくり考えればいいんですけれども、少なくとも今こう袋から出してパッとこう布巾を持った時にどっちに進むかっていうのはもうここしか進みようがないみたいなのが分かるので、なんて思いながらこう差し子していましたら7時過ぎましたのではい、ここまでにしようかなと思います。次のねあれですね、収録動画の模様は何かなってことですよねこれがちょっとお待ちくださいね次の動画でも次の動画でそれ言ってる感じになっちゃってるのではいではでははい、刺し子の方はここまで進みました。表から見ていただくとこのような感じになっています。そして裏から見ていただきますとこのような感じになっています。はい、裏から見ていただきますとこのような感じでですね、
だいぶ2方向が重なっているのがここあたりですね。このあたりははい両方糸が交わって通っている部分になります。こっちの方がねまだこれからっていう感じですので、また引き続き来週ライブ配信を続けまして、こちらの方を差し子していければいいなと思っています。あ、そうですね、モチベーションですね。モチベーションをね、いかにね、今刺しているこの付近がね終わるまでにこうその流れよくねいけるかっていうところはちょっと大事なポイントだななんて思っています。はい、ではまずというか今日ですね、はい、こちらに刺し子ができましたので丸シールを貼っていこうと思っています。はい。はい、進みましたねとのことありがとうございます。はい、今日ライブ配信することができました。丸シールを貼ろうかなと思います。今日は9日になりますので、ここですね、ここにね今日できました。で、そう昨日がね開きましたので、ここはちょっと開いているっていう感じになります。はい。そうだ、俵尻尾ゾーンがここだから、後で完成っていうところも書いておこうかなと思います。で、ここがね、まだ結構空いてるぞって感じになりますので、はい、ここにピンクのこの収録動画の方のねシールを貼りたいなと思っているのと、あと今日は図案を描こうかなと思って、図案模様ですね、探しに描こうと思ってるので、そのあたりがちょっとここに今日丸シールが貼れるのではないかなと思ったりしています。あとは同時にね、そうか、俵尻尾が終わりましたのでね、あとまた新たな何が来るかなみたいなことでね、新たな模様がここに付け足されるのではないかななんて思ったり、おいおいですね、はい、しています。はい、ではということで今日も無事にライブ配信をすることができてよかったです。はい、ありがとうございます。ご参加くださり皆様ありがとうございます。はい、リアルタイムでご視聴くださりありがとうございます。動画の方はこのまま公開しておきますので、お時間のいい時に、見ていただけますと嬉しいです。そして途中でもお話ししましたが、何かない限り、急に何かが入ってこない限り、今日収録動画を配信しようかなと思っていますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。はい、ではご参加くださりありがとうございました。皆様気をつけてお過ごしください。失礼いたします。